はいどうも、ストックロックです。今日はですね、プッシュブロックを作っていこうと思います。前回トリマーテーブルを使った時に小さいものを削る時ちょっと危険を感じたんですよね。なので、またあるものでやってみたいと思います。で、使う材料なんですけれども、こちらになります。まずこれ、丸ノコ定規作った時に余ってた、多分これ 9mm かなのシナベニア。ちょっとね、穴開いちゃってますけど、開いてないこの辺をうまく使っていこうかなと思います。これとこれもまた 2x10 の切れ端ですね。で、あえて反ってるものを選びました。若干こっちに曲がってますよね。これはね、取ってちょっと曲がってる方がいいのかなと思いまして、適当にこれでやってみたいと思います。で、 2x10 の切れ端が1個と、あとまだまだ余ってるノンスリップシート、こちらで作っていきたいと思います。で、まずね、大きさも何もまだ決めてませんので、これから大きさを考えて、線を引いていきたいと思います。何センチぐらいがいいだろうねっていうところではあるんだけど、こんなもんだよな。20センチぐらいにしましょう。横は20センチいいのか、またこんな適当で横じゃねえ、縦か。縦は20センチの10センチじゃでかいかな。9センチぐらいにしようかな。おー、ギリギリ取れる。はい、まず本体のサイズ確定しました。縦が20センチ、横が9センチにしてみました。これでまず切り出します。はい、今切り出しました。20センチの9センチですね。次はね、この 2x10 反ってるやつ、これを使って取っ手を作っていきたいと思います。実際にね、これを当ててイメージしながらどんな形の取っ手にするか考えていきます。端っこは今綺麗に1回切りました。随分反ってますね。やっぱりなんか切ったけど穴あるな。いいか。はい、ということで取っ手の方も今毛がえてみました。もうこっちはね、寸法なんてものはあったもんじゃない。もうハンドメイド丸出しでいきたいと思います。適当にこんな感じで、やってみたいと思います。なので取っ手はもう好きなのつけてください。市販のものでもいいし、なんか木をこう四角くね組み合わせてもいいので、そういったものを使って取っ手にしてもらえればいいかなと思います。今回はちょっと今日時間があるので、この取っ手部分をちょっと時間かけて作っていきたいなと思います。ではジグソーでせっせと削っていきたいと思います。いっか。あらあら切り出せましたので、あとは角を落としてヤスリで整える感じですね。フリーハンドで線引いたんで、そもそもの線がめちゃくちゃなので全然左右均等ではないですね。だいたい目で合わせました。ということで次は実際にサンダーで削っていきたいと思います。よし、できた。いいんじゃないですかね。こうでもいけるし、一応両手でもいけるような大きさ的にギリギリな感じですね。あとちょっと細かいところはね、ちょっと手で軽く整えたいと思います。いいかな。はい、どうすかね。だいぶツルツルになったかと思うんで、均等ではない部分がたくさんあるけど、手作りならではってことで、いいんじゃないかな。ちょっと無垢材のいいところも出てますよね。これいい具合に出てるかなと思います。よし、 OK。 じゃあこれで取っ手は完成とします。最初に切ったねベースの板も面取りしてしまいたいなと思います。こっちはね、片面しかやりませんでした。こっちは角立ったままですね。これを下面にして、この上に取っ手をつけてっていう感じにしたいと思います。はい、ということでここまでできました。これを次取り付けるんですけど、ど真ん中にね
両面テープで貼って両サイド穴開けして、ネジとナットで普通に留めていこうかなと思います。よし、ではここに仮止めしちゃいたいと思います。こんなもんかな。よし、ではこの状態で端っこに穴を開けます。はい、OK ですね。貫通の穴を開けました。次は取っ手を一旦外してベースの方の裏面にざぐり加工していきます。よし、はい、これで埋まるようになりましたんで OK ですね。はい、次はですね、先に塗装をしてしまいます。今回はね、この取っ手の部分だけ、これだけ塗装していきたいと思います。使う塗料はまたいつものやつです。ちょっと裏から塗るかな。よし、はい、どうですかね。結構いい味が出てるんじゃないでしょうか。ちょっとね、もうちょっと上薄くなってほしかったかなって思うんですけど、思いのほか結構すっちゃいましたね。でもちょっとムラのある感じでいいんじゃないですかね。でこれはこのまま乾燥させておきます。次はね、これを実際にくっつけていきたいと思います。でもこの状態で仕上がりのイメージがもうわかるんですけど、はっきり言ってしょぼいね見た目は良くない取っ手はまだしもこっちそのままだからね、塗った方が良かったかな。トリマーテーブルのフェンスの方に色ついちゃったりするの嫌だなと思って、こっちはとりあえず何も塗ってないんですけど、いいでしょう見た目はそこまでいつも気にしてないので。なのでくっつけていきたいと思います。そもそもね、見た目気にするんだったらこんなボルトナットで固定しないしね。はいはい、こんな感じでボルトナットで留めとくと交換もできるでしょうっていうことで、こんな感じでフィニッシュにしたいと思います。見た目よくねえなでも握りやすい、使いやすそうではある。じゃあ次はここにゴムシートを貼ります。こっちに接着剤をつけてビタっていう感じでいいと思うんだよね。ということでこのまま貼っていきましょう。では貼っていきますよ。間に合うかな。速乾なんだけどこれやべ、硬化始まってる。もうとりあえず貼ろう。よし、よし、今ちょっと最後に四隅だけちゃんと濡らさってなかったのでしっかり塗って今挟めてます。多分ここが一番剥がれやすいと思うんで、ではこのまま少しだけ放置します。ちょっと早いかなと思うんですけど、もういいでしょう。大丈夫じゃないかな。 OK、 はい、できました。最後にちょっと使ってみましょうか。どんなもんかやってみたいと思います。ちょっと一通り試してみましたけど、このね、片手の状態で材料がこっち側にあると力がうまく加わってなくて、刃に当たった瞬間にこれ動きますね。なので片手で使う時は必ずこっちに材料がないとちゃんとうまく力が、保持されないっていうことが今分かりました。ここのね、裏のシートもうちょっと厚みがあって
なんていうんですかね、ちょっとふわっとした素材のもの、もうちょっとクッション性があるものの方がいいんじゃないかなって思いましたんで、こういったものを買ってみました。吸着シートですね。500円ぐらいしたんだけど、ちょっと金かけちゃいましたね。ちょっと実験してみたくて、なるべく使い心地いい方がいいなと思いまして、ちょっと買ってみました。で、これ粘着シートなんで、このね、ゴムにつけるってなると、ちょっとどうなんだろう。他のものでちょっと一回試してみて、これでちょっと実験してみたいと思います。はい。ということで、実験台として、板に今の吸着シートを貼って、ちょっとこの状態で材を押さえて滑らないかどうかやってみたいと思います。よし、これで軽く、もうすごいなこれ。このシートすごい採用ですね。これ即採用。よし、じゃあちょっとね、これね剥がして貼り直したいと思います。この白いシートに。その方がいいですね。はい、ということで今吸着シートを貼ってきました。これでね、もう一回実験してみたいと思います。もうめっちゃいい。だってもうちょっとくっつくもんこれで。この絨毯用なんですけど、洗ったら復活するみたいなんで、ちょっと軽く拭くと吸着力が復活するっていうシートですね。これだね。よし、ではやってみます。使用感めちゃくちゃいい。これは最高ですね。これはおすすめできます。このくっつくのいいっすね。なんていうんですかね、本当に吸着してくれる感じですね。ヒュッと。なので絶対ずれない。これならこれはいいと思います。これはいい。これ500円出す価値あると思う。すごく楽。全然押さえてないですもん。さっきのノンスリップシートだとちょっとグッてね押さえてやってましたけど、これほとんど押さえてないですよもう。これはすごくいいと思う。で、このトリマーテーブル自体がこういうね簡易的なものなので、あんまりねすごい力加えれないんですよね、正直。なのでこれすごいいいっすね。よし、できた、完成。はい、ということで最後ねちょっと設計変更ありましたけれども、絶対こっちの方がいいね。これは取り替えてよかったなって思います。すごい楽で、ちょっと見た目はね、今回こういう長澤くんの頭みたいに三角形で作りましたけれども、これの意図っていうのは片手持ちの時と両手持ちの時、こういう風に使い分けれるように、こんな三角形にしてみましたが、この吸着シートがすごすぎて多分両手で使うことないような気がする。普通のワンハンドの状態で良かったかもしれないね。で、ちょっとね見た目はねどうなんだろうっていうところありますけれども、廃材で作ったらこうなりました。はい。で、こっちも色塗った方が良かったのかな。ちょっと微妙ですけれどもね、見た目はどうでもいいでしょうって言いながら、ちょっと今回取ってこだわったつもりだったんだけど、こだわったのにあまり出来栄えとしては良くなんなかったかなっていう感じですね。この辺は全くこだわってないですけどね、ナットむき出しっていう。でもすごく機能的なものができたんじゃないかなと思います。で、この 2x 材曲がってるものを今回使ったんですけど、こうやってね使う時にちょっとでも取っ手がこっちに向いてればいいなって思ったんですよ。そう思ってなるべく曲がってる反ったものを使ったんですが、正直あんまり効果はなかったですね。ちょっと曲がってるから、ちょっとは握りやすくなってるのかもしれないけど、真上で押さえてるのとあんまり変わんないかなっていう気がするんで、まっすぐのでもよかったなっていうところですね。でも反ってる板ってあんまり使い道ないんで、こういう時に取っ手とかで使った方がいいのかなとは思うんですけど、ということで、はい、こんな感じでできました。
ごく使いやすくできたと思いますんで、特にこのシートね500円ぐらいで売ってましたんで、 Amazon で売ってれば概要欄の方に Amazon のリンク貼っておこうと思いますんで、よかったら見てみてください。Amazon で売ってるかわかんないけど、ホームセンターの方に500円ぐらいで売ってましたんで、探してみてください。でこのシートね6枚入りなんですよ。これ今贅沢に3枚使いましたけど、はい、6枚入りです。何回も使えるみたいなんで、そんなに無駄にならないかなとは思います。だからこれ1枚サイズのものでなんか作っても面白いかもしれないな。でもこれすごい、これペタってなるぐらい吸着してくれるんで、これはいいっすね。おすすめですね。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。ちょっとでも面白かった、参考になったって方はですね、是非ともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。